このオフィスチェア、圧倒的な座り心地。よいしょ。はい、こんにちは、トバラグです。今回はですね、コクヨが新しく発売をしましたイングクラウドというこの椅子について紹介していこうと思います。これめちゃくちゃかっこよくないですか？このカラー展開もそうなんですけど、この形状もそうだし、何よりこの座った時のね、ふわっと独特なこの座り心地がめちゃくちゃ病みつきになる椅子なんですね。この椅子実は結構前から SNS で見かけてすごい気になってたんですよね。で、ぜひ実機を見てみたい、座りたいっていうところで、いろんなねイベントに参加したりとか、実物を見たりして、これ欲しいなって思ってたところに、今回先行レビューをさせてもらえることになったので、ありがたくね2ヶ月ぐらい使わせてもらっています。僕ももちろんポチってしまっているんですが、これに関して実際どんなところが良かったのっていうところとか、あと今回大阪の開発拠点にお邪魔をしていろいろとお話いただける機会があったので、その8年開発にかかってるんですけど、何がそんなに大変だったのかとか、あとこだわりポイントみたいな中の構造のお話もしていただこうと思っています。というわけで最後まで動画見てもらえると嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい、というわけで早速紹介していくんですが、こちらがコクヨのイングクラウドです。見てください、この造形美。なんかね、背もたれ付きのオフィスチェアで、しかもこういうね曲線を描いていて、シンプルミニマルな雰囲気っていうのはかなり珍しいんじゃないかなと思います。個人的には嬉しい。自分のデスクに合うこのライトグレーの雰囲気と、このモデルに関してはこのオレンジ色のねキープカラーをところどころにあしらった形ですごくねかっこいい椅子となっております。そもそもこのイングクラウドどういう椅子なのかっていうと、なんとコクヨが8年もかけて開発をしたイングシリーズのフラッグシップモデルという形ですね。これまでのイングシリーズと同様360度グライディングメカを搭載していて、腰回りだったり背面だったりにグイグイと体にねしっかりとついてきてくれるような機構を搭載しているのが特徴の椅子かなと思います。これはね結構座ってみると本当に驚きというか、見た目の印象とは全然違うんじゃないかと思っていて、このちょっとね絵では伝わんなくて、実際に座ってみないと分かんないとは思うんですけど、やっぱすごいですね。この包み込む感覚というか、腰回りとか体に椅子がついてきてくれてサポートしてくれる感じが病みつきになりますね、これは。っていう感じの椅子で、一応ね特徴をまとめておくとこんな感じですね。今触れたこともちょっとね改めて話すんですけども、まずこのイングクラウド特徴としてすごいのが、やっぱりこのふわっとした座り心地じゃないかなと思います。これコクヨは 3D ウルトラオートフィット機構って呼んでるんですけども、座面下と背もたれと肘掛け部分のね3箇所に360度動くグライディングメカを搭載していて、かつ背もたれがめちゃくちゃふわっとしてるんですよ。わかりますかね？この追従してくれている感じ、結構バランスボールに乗っているような感覚なんだけど、ビーズクッションに座っているような感覚でもあって、この椅子は結構ここの部分にフレームがないことで、この肩幅が広い僕でも体をしっかり預けてね、こういう雰囲気で座って、PC 作業もできるっていう、これによってこの病みつきになる独特な座り心地を実現している感じです。でそれに付随してなんですけど、特徴2つ目がやっぱ体圧分散と腰回りのサポートっていうところですかね。さっきも言った通り、こうやって座った時に何もねこのギミックとかをいじらずに体にフィットしてくれるから、こうやって前傾姿勢した時もしっかり腰回りサポートしてくれてるし、ちょっとこんな感じでね座面ごと前傾になってもしっかり背中がついてきてくれるんですよね。普通のオフィスチェアとかってなんか結構こうなりがちで、意外とここ意味がなしてないみたいな、背もたれのランバーサポート使ってないみたいなこと
があるんですが、このイングクラウドそんなことがなくて、こうしっかりとこうね前傾姿勢でも追従してくれるので、なんか時々こうやってあぐらをかいてみたり、いろんな座り方をして、なんか自然とね体側が負荷を分散させるっていうのをやるんですが、そういう座り方にもかなりねこうついてきてくれるっていうところがやっぱり特徴一つ大きいところかなと思います。で、特徴3つ目は冒頭でもちょっと話したんですけど、やっぱこのデザイン性ですかね。イングクラウドってそのクラウドっていう名前の通りなのかもしれないんですが、この流線形を描いていてミニマルな雰囲気がすごい特徴的なんですよ。結構こういうね背面が高い椅子って部屋に置くと圧迫感すごい感じるんですが、ここもねくびれがシュッとしていることだったり、あとはまあ結構部屋自体が真っ白なので、部屋にね真っ白の椅子だとちょっとチープな感じしちゃうんですが、ライトグレーであることによって圧迫感もそんなになく、だけどね、印象的な雰囲気になる、締まりやすいのかなとは思っています。しかもライトグレーだけで2色あるっていうのはやっぱね個人的にはそこはねちょっと嬉しいポイントですよね。はい、特徴はそんなところかな。実際にこれからねギミックとか細かい座り心地、動きとかを見ていこうかなと思います。はい、ちょっと近くから見ていくんですが、まずは背面ですかね。背面はこういう感じの素材感です。ここに縫い目があるんですが、この横側はすごいふわふわっとハンモックみたいなのに対して、ここも同じ素材だけど背骨の部分はね結構しっかりと張りがあるっていう不思議な構造になってますね。この1枚の生地を後ろ側に引き込むことでフレームがなくてもこの張りっていうのを実現しているみたいです。個人的にはすごく好きな画角なんですけども、この背面の部分はパーツが2つに分かれていて、ここのね、360度ぐいぐい動く機構で、接続されている感じですかね。こことかは実は浮いてるんですよ。浮いていて、ここだけでこうねぐいぐいと動く仕組みになっています。これすごいよな。この丸みがあるこの背面の雰囲気とここのね印象がすごく美しいですね。ちなみに座面下はこんな感じになっていて、本当にね軸が1点あって、それに対してこう座るとこんな風にグイグイとね動く仕組みになってます。こんな感じで可動域が結構広いので、バランスボールみたいな感じなんだけど、もっとなんかしっとり感のあるリッチなねウェットな感じの座り心地っていうのがすごい印象的なんですよね。これ中身の構造どうなってんだろう。この部分もね360度の機構がついているので、例えばマウス操作をする時とかもしっかりとこうね地味についてきてくれるっていうのが面白いところですよね。ちなみにここのサポートは前後とか左右には動かないんですが、代わりにカチカチと内側に折りたたまることができます。これ結構デスクワーカーにとってはありがたくて、こんな感じでね体を預けて、キーボードを叩くとかがしやすい印象ですかね。ちなみにこのアームレスト部分は脂肪感のある革風の素材が用いられています。めちゃくちゃふわふわ。イングクラウドの座面は実はクッションです。ここがメッシュだと張りが強すぎて、座面のねここはいいんですけど、横が張りが強いとね結構凝るんですよね。お尻も背中はいいのにお尻が凝るなっていうこともね割とあったりするから、クッション性で比較的柔らかい座り心地なのが結構嬉しいです。上下に可動式のこのヘッドレストが備わっています。作業中にここを使うシーンって実はそんなないんじゃないかなと思うんですが、例えばディスプレイをここに置いたり、あとは例えば VR とか、ビジョンプロみたいにこういう目に装着する系のデバイスとかだと、こういう風にヘッドレストに頭を預けながら、こんな風にね作業をしていくっていうのが結構現実的に行えるモデルなんじゃないかなと思います。左右にはレバーがついていて、右側を押すと高さ調整ですね。こんな感じである程度高さが変えられて、左側のレバーを下げるとこのカチッと効くので、このロック機構ロックした時こんな感じ、ロックしないと
結構こんな感じ。ちなみにリクライニングの角度はこのぐらいですね。個人的にはあんまりリクライニング使わないので、これで全然問題ないんですけど、もしかしたら仮眠したい人とかすごい横になってリラックスしたい人には物足りないかも。はい、ちょっと足回りも見ていきたいんですが、個人的にはやっぱキャスターのカラーとこの足のフレームの部分がね同じ色っていうのが結構嬉しいですね。てか今動画撮りながら気づいたんですけど、ここちゃんとこれ下がるようになってるのイングクラウドだと、ここのね圧とかそんなに感じず不快感がなく座れるなっていうのはね、クッション材のおかげだと思ってたんですけど、まさかこの下にそんな機構が備わってるとは。いやー、ちょっと考えてるなこれ。なんでこの構造にしたんだろうとか、なんでこの空張りにしたんだろうっていうのがね、すごくこういろいろ聞いてみたいことがたくさん出てきているので、早速大阪の開発拠点に行っていろいろ聞いていきたいと思います。行くぞ。はい、というわけでこちらが開発拠点です。木下さん、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。こんな感じなんですね。すごいなんか工場みたいですね。こんな感じで見るといろいろなものがたくさん映っていて、イングクラウドがあそこにあったり、試作機がねたくさん置いてあるので、これの話もちょっと聞いていこうと思います。はい、じゃあというわけで国用のイングクラウドチームの皆さんです。今日はありがとうございます。本当に。あれ硬いはい、こんな感じで開発チームの皆さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、本当にローンチ、はい、ここからだとも思うんですけど、はい、今回はちょっとこのこうやって見てもね、いろいろあるんですよ。こういう面白い動画の種がたくさん置いてあるんですけども、こんな感じで皆さんが8年かけて作られているこのイングクラウドのプロトタイプの話だったり、開発秘話みたいなところをちょっとお三方に聞いていければなと思ってます。はい、お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。なんか開発のきっかけというか、じゃあこの機構を導入しようかって思ったきっかけみたいなのはちょっと話していただけると嬉しいです。結構長いんですけど、はい、僕自身が結構腰痛体験があって、なんとかしたいっていう思いからスタートはしてるんですけど、基本的にはできるだけこう体が固まらないようにしよう、負担の少ない姿勢でそこから動けるようにしようっていうのが一番のベースになっている考え方ですね。オフィスのワークで課題となっているのはやっぱり動かないことによる疲れなので、それを解消するにどうやって動いてもらったらいいのかなって考えた時に、これを作ってふと置いてた時に楽しそうにこう遊んで体を動かしてる人たちを見たら、なんか楽しかったら勝手に体って動かしてもらえるんだなと思って、じゃあこの原理をオフィスチェアにこうやってみたらどうなるのかなっていうことでこう組み立てていったのがきっかけの一番最初のところですね。そうなんですね。いろいろこういう施策、前後左右に動くやつってどうやったらいいかなっていうのを、施策で試作原理的なところとしてはやっぱバランスボールに近いというか、でここから、このイングが出来上がって前後と左右のこう組み合わせで360度動いてるっていう、今あるイングシリーズでいうと、このイングとイングリビング、イングライフですね。イングライフだ、イングライフと、あとイングクラウドの3種類で、最初はそれですよね。そうですね。これがその前後と左右のイングのメカですね。でこっちが2番目のイングライフのメカそのものなんですね。イングクラウドはこっちのイングライフのものをベースにしたメカになってて、でイングライフよりは、後傾の角度を増やして前傾を若干減らしてるっていうのがアレンジしてるところですね。なるほどな。これとこれはなんか多分目的は同じだと思うんですけど、使い方を変えている理由というか、それぞれのなんか利点みたいなのとかって。そうですね。1個はこの2段メカっていうのはちょっと複雑だなっていうので、ちょっとシンプルにできないかなっていうことで考えて至ったのが一つなんですけど、ちょっとゆっくりな動きするんですよね。イングクラウドでも体感してもらってると思うんですけども、イングはすごい軽い動きだったんですけど、イングライフ、イングクラウドっていうのはもうちょっとゆっくりな動きにして、体リラックスしてもらえるようにっていう風なのが、特徴になってますね。林さんがこう、そうですね、構造とかを考えてみてってことですか。そうですね。下にウレタンを入れて、バネでこう動くんですけれども、
ここすごいはいぐいぐい動いてます。これただ単にそれだけだったらもうすごく軽いんですよね。もうほぼほぼイングと同じぐらいの軽い動きになってしまうと。で、わざわざここに棒を立てて、はい、オーリングを入れて、はい、そのオーリングをまた挟み込んで、収動させることでゆっくり動くっていう、そういうことを実現できたんです。じゃあここで抵抗が生まれて、そうです。ふわっとしたでも低反発なそういう座り心地になっていくっていう。そうですね。これが動くと表側からはこうぐいぐいとオレンジのパーツが浮き沈みするような構造になっていると。背中を預ける部分のこのパーツ自体も同じような構造になってるってことですよね。そうですね。ここの中も同じ構造で、バネがなくて、基本的にはそのバランスで成り立ってるっていうのは同じですね。なるほどな。そもそもそのこれが動くと何がいいのかなっていうのは、一番負担の少ないこう姿勢っていうのが、立ってる時の姿勢って言われてて、下半身は負担かかるんですけど、上半身に対しての負担は立ってる時が一番少ない。前後バランスとか左右バランスが均等にかかってるっていう状態ですね。骨盤が土台となってるので、その上にあるこう背骨の S 字っていうのは骨盤の角度でこう変わるんですよね。それでこうイングは座面を動かしてその人の骨盤をその人なりの自然の位置に持ってくると。それによって負担の少ない S 字が整うっていうのが一番の考えになってますね。なるほどな。イングクラウドが実は開発に8年かかったっていう話をちらほら耳にするんですけど、開発に一番かかったポイントみたいなのってなんかどういうところなんですか？そうですね、大きく言うと間で4年で1回大きくコンセプトを変えてるんですよね。それまでこう軽くっていうことで進めてきたのをコンセプトを変えてリラックスに振ったっていうのが4年で変えたところで、イングライフが発売になって、でそれをこう市場に出した時にすごくそのゆっくりリラックスして動くっていうのがすごいいいですねっていうこう反応があって、実はこっちの方が良かったですぐらいのこれはプロトタイプたちですね。どっちかというとよりこうシャープで軽快な印象にイング自体をしていこうって言っていたのがこのモデル。従来のこうメッシュチェアに見られるような構造が結構使われていて、全然やっぱ今のモデルと比べても低さ高さが違かったり、形状も攻めた感じになってますよね。ここで一旦待とうと。でメカのベースをイングライフにしようと。ここまで新たなメカを作ってきたにもかかわらず、これね結構いろんなところ苦労していてコロナの時ですよ。覚えてますよコロナの時自宅でこれだって思いついて一生懸命出来上がって、工場さんと詰めに詰めてようやくここら辺まで出来上がった。ユーザーとか今後のことを考えると、こっちだっていう判断を本当にそう思いましたよね。ありがとうございます。でこれになっていくっていう、これが結構もうイングクラウドのベース一番ベースになるところですよ。結構その木下がそういう後傾姿勢で PC 作業とかをするときに、もちろんこのメカとしての動きもそうなんですけど、背もたれのその感触とか、あとは肩と首と頭をこう同時に支えていくのがやっぱ重要なんじゃないかっていうこう教えというかでそこからなんかその要は背中と頭全体をこうメッシュで支えるような施策が結構始まっていって、最初の方はなんかここに柔らかいコードを通したりとか、ちょっとこう曲がりやすい樹脂パーツをつけて、メッシュをこう1枚だけで支えるような構成を考えていたんですけど、なんかちょっとデザイン的にもちょっといまいちかなとか、ちょっと感触的にもやっぱりどうしてもものの干渉があるなっていうのを僕自身も感じてて、それで思い切ってもうメッシュを後ろに回し込んだらどうかっていうのを提案させてもらって、うちのチームは基本言ったら一回作ってみようっていう、ああだこうだ言う前にそのためのこのとにかく作る工房があるってことですね。作って試すっていうこと。すごいな。それによってこう体が当たったとしても干渉するものがないっていうような構成になってるんですよね。これすごいよな。であとはあれですよね、イングクラウドのこの
真ん中のこの、これですね。 X のこのかっこいいやつ。座る時にメッシュってこう普通はパーンと張られちゃうので、すごくこうフラットな形状になっちゃうんですけど、これはこう真ん中にこう後ろにこうメッシュを引き込む構成になっているので、包まれ感があって柔らかい。なんかそれの検証とかも実はこういう試作に対して紐をこうくくりつけてすごいそれで可変式になってるんですね。でこのポイントを変えたりとかしたりとか、こういう感じで当時は今から引きますねって言ってこうもうちょっとこれぐらいでどうですかもうちょいそこみたいなのを延々と 1,2 年ぐらいやってたんですよ。そうなんですね。2年ぐらいはやってたね。メカ側の後傾の角度とか、その具合を変えたら背もたれの感触がまた変わるので、じゃあ引き込みの量を変えなきゃいけないねっていうのももう全部こうトレードオフで。座り心地が柔らかくするためにできるだけフレームを使わないっていうことですかね。そういうことか。ただ僕らその柔らかさを目指してちょっとやってはいなかったんですよね。そうなんですか。とにかく体圧分散、集中的にかかる荷重の高いところを減らすっていうことは、そこにも全力を尽くしたみたいな、こう体幹の体のセンサーで圧力を感じながらどこを減らすどこを増やすみたいなことをやってきたみたいな感じだったんですよね。そういうことだったんですね。柔らかさはこう結果論、僕らとしては結果論であって、目指したことでは実はなかったって。そうなんですね。この座面がクッションになってるのとかもちょっと印象的だなと思ってて、背面がなんかメッシュだったらこっちもメッシュだろうってなるかなと思ったりするんですけど、なんかそこの違いとかって。初期の試作が座面メッシュだったんですけども、そうですよね。軽く動かして体についてくるって考えたら座面メッシュの方がいいかなと思って、そうやってたんですけども、実はゆったりするって考えた時に、このイングクラウドっていうか、イングライフとかのメカとの相性でいうと、メッシュよりもこのクッションの方が相性が良かったなっていうのを作って体感しての、結果なんですよね。それは僕的には結構嬉しいなっていうお尻のやっぱここが結構凝るんですよね。メッシュが強いとこことか、そこは多分メッシュとクッションの特性の違いかもしれないですね。メッシュはそのたわみながら体にフィットするっていう、これはこれでいいんですけども、やっぱりこうメッシュのテンションでの押し返しがあったりするとかで、それがクッションだと枠がなくて当たりはないみたいな。じゃあそこも考えた結果これになってる。そうですね。まんまとはまりました。ここに形かな。でもなんか形は結構印象的で、本当にこう人間の体のラインがそのまんま椅子に反映されているようなデザインにしていった方が、よりこう椅子と人間が一体化していくっていう印象をこう持ってもらえるかなっていうので、なんかこういう背中とか腰の曲線美みたいなところをデザインの起点にちょっとしながら、実はこのデザイン決めていく時も必ずこう通らなきゃいけないポイントみたいなものをもうこのプロトタイプとか構造でも決めていっていて、要はそれをこういかに綺麗なラインでつないでいくかみたいなところが結構デザインのまず起点になっていて、機能から来るデザインというか、最初こういうスケッチがあって、じゃあそれで機能をどう詰めていくかっていうことではなくて、そうですね、結構それの真逆かもしれないですね。個人的にやっぱカラー展開がすごくいいなと思ってて、結構この仕様が決まってきて、ある程度こうターゲット層とかも、やっぱりプログラマーとかエンジニアとか、いわゆるこう大画面モニターでもうキーボードもこだわってて、こう周辺のプロダクトのガジェットも揃えているみたいな人たちを結構ターゲットにした時に、本当にこれは忖度抜きでやっぱりトバログさんの YouTube は本当ですか？本当に見てましたよ。結構ちゃんとがっつり見させていただいて、でその時に結構その周辺のアイテムの中で、やっぱり白の部屋に対してライトグレーと、結構こう発色のいいこうサイドの高い色みたいなの組み合わせが結構やっぱ多かったなとか、でそういうこう目線でいろんなガジェット系のなんかトレンドというか、
カラーリングみたいのを見た時もやっぱりそういう傾向がすごく強かったので、今回はめちゃくちゃ嬉しい。このイングクラウドを購入しようか迷ってるっていう人とか、あと使ってみたいという人も結構いると思うんですけど、そういう方に向けてそれぞれ一言ずつ何かお話しいただけると嬉しいです。イングクラウドの特徴はやっぱりこの座り心地だと思うんですよね。なので、ぜひ一度は試していただいて、本当に気に入っていただいたらポチっていただければ嬉しいなと思います。あんまり触れられることないんですけど、イングシリーズ全般的に姿勢が崩れにくいんですね。普通の椅子座ってたらなんかずりっと滑って姿勢悪くなるっていうことはよくあると思うんですけど、特にイングクラウドはそういうことになりにくいので、そういうことで悩んでおられる方も、一考いただければと思います。ありがとうございます。本当に圧倒的な座り心地ってところで、いろんなクリエイティブ活動とか創造的な作業をする方の本当にアイコンのような存在になることを願って作っているので、ぜひそういう方にはもう一度座っていただきたいなと。座っていただければ間違いなく伝わるのではないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、という感じで開発拠点見せてもらいました。やっぱこんなビジュアルめちゃくちゃかっこいい椅子なんだけど、結構しっかりね皆さん泥臭くというか試行錯誤を重ねて作られていくっていうのがね本当に分かってめちゃくちゃ面白かったです。やっぱ行ってよかったですね、こういうのは。はい、っていうところで、このイングクラウドすでに2ヶ月半ぐらい使っているので、先行レビューっていう形なんですけど赤裸々な感想をお伝えしていければなと思っています。まず冒頭でも紹介したんですけど、やっぱこの圧倒的な座り心地みたいなところはね本当印象的ですね。ってこういう感じで座った瞬間にカチッと沈み込んでくれる、そして体についてきてくれるみたいなところが本当にずっと座っていてめっちゃ気持ちいいなと感じます。というか、それが普通になっちゃうと逆にこれまで使ってきたオフィスチェアとか普通の椅子だとちょっと物足りなくなるぐらい、これにね体が馴染んでくれていて、そこがやっぱねぜひ試してみてほしいなと思います。でかつ結構僕デスクワークの時間めちゃ長いんですけど、いろんな座り方についてきてくれるのがすごくいいですね。例えば今モニターをちょっと下側にやって体にね角度を向けているんですけど、こういう使い方だと、こんな感じでね集中モードみたいな感じでこういう使い方もできるし、例えばそれで疲れてきたらちょっとゆったりカット編集したいなとかだったら、こんな感じでね体を預けてこういうスタイルでも作業ができるみたいな。で結構ずっとやってるとやっぱ疲れてくるんで、冒頭でも紹介したみたいにあぐらかいて作業したいとかも結構あるんですよね。で割とこんな感じでだるっと体を動かしながらちょっとね作業するってことが多いんですが、こういう風にね体についてきてくれるみたいないろんな座り方に本当に柔軟にねついてきてくれるのがすごく印象的ですね。かつ動画で体圧分散的な話してたと思うんですが、確かに言われてみれば一箇所にすごい疲れが来るみたいなあんまりないですね。結構腰回りもガッと支えられているような、こんな感じで押さえてくれてるような座り心地なので、結構自然な雰囲気で長時間座ってられるのかなと思います。もちろん僕は長時間座るのは嫌なので、たまにスタンディングしながらとか、姿勢をこうやって変えながら、こんな感じで座ったりするんですが、それも含めて結構動きがある椅子なので集中力は長持ちしてくれるんじゃないかなって感じです。で若干気になる点で言うと、いくつかねもちろんものなのであるんですが、まず一つがここの座面のクッションかな。座面がクッションっていうのは座り心地はすごくいいんですけど、ちょっとこの色っていうところで若干汚れはついちゃいますね。この動画撮る前にね実はチョコ食べながら作業してたんですが、その時もチョコこぼしちゃってここにシミがついちゃっていっけねえとか言って洗剤でパタパタやって事なきを得たんですが、やっぱり長く使うってなるとそのね座面の汚れみたいなのが気になってくるところなので、この辺はカバーというか座布団みたいなのは敷いてもいいのかなと思います。本当はね公式で出してくれたら嬉しいんですけど、
お願いします。そんな感じですかね。座り心地に関しても個人的には結構満足しているんですけど、もしかしたらリクライニングがもう少しね角度がある方が嬉しいっていう人もいるかなっていうのと、腰回りのサポートはすごいがっちりしてるんですが、背中とか、肩周りとかはねどっちかっていうとマイルドな感じなので、そこはね実際に試してもらえると嬉しいですね。そこぐらいかな。実はトバログもパシッとこんな感じで購入をしているので、これ先行レビューでお借りしてるものなんですが、自分のやつが届くのもすごく楽しみです。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。この椅子に関してはコクヨさんの品川のねオフィスで、展示していて実際に座ることができたり、あとはコクヨのウェブサイトでも購入ができるので、ぜひ概要欄の方からチェックしてもらえると嬉しいです。トバログではこの動画の他にもガジェットのレビューとか、いろんな人のルームツアー、カバンの中身みたいなのも撮っているので、ぜひそういうのもチェックしてもらえると嬉しいです。気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。